ごめん、なんか非公開になってました。チャットが、ちょっとお待ちください。やっぱコメント欄が表示されないな。なんでだ。なんか、キャストクラフトの設定が全部初期化されてるんだけど。もう意味わかんない。まあ、いっか。あれでも、いや、初期化されてない。ないな。で、ちょっと待ってね。デモメッセージ。できてる。初期化されてないです。初期化されてないけど、コメントが表示されない。テスト。できた。後から入れないといけなかったのか。もう一度。テスト。よし。でもしかしたら多分なんだけど、僕配信を2つ作ってしまって、なんかもう片方の方でずっと待ってくれてる人がいたかもしんない。そういう方いたらごめんなさい。今回のパック、僕は何が入ってるかまだちゃんと見れてないんですけど、まああれだよね、ユーベルとティフォンと、この辺の、センチュリオンとマジェスペクターで、なんと、エスプリットが全部 SR 以下です。ヒモロギとかさ、ウルトラになると思ってたんだけど、まさかの UR だったね。UR じゃない、R だったね。何が入ったナイトメアスロー。まあ。うん。この辺だよね。ファントム・オブ・ユベルも来てるんだ。センチュリオンは、スタンドアップが、あれスタンドアップは SR ですか？
ああ、優しい。どっちかっていうと多分スタンドアップの方が大事な気がするんだけど、そうでもないのかな。センチュリは白き森でちょっとかじったので、なんとなくは知ってるんだけど。ああ、しかもアーゼウス入ってんじゃん。アーゼウスね。そう、純正元になったんだよね。はいはいはい、こんな感じらしいです。まあ、ティフォン、今回は割と無気力だと思ってて。あ、ブシニャンさん、こんばんは。暑いですね。割と無気力なパックだと思われます。センチュリも結構出張性能がそこそこにあって、召喚剣使わずに、あれどうだったかな、召喚剣使わない場合はプリメラしか出ないんだっけな。いや違うか、一応召喚剣使わずにレベル12とかいけたはずです。うん。いけるはず。シンクロか。そう、12シンクロとかいけるから割とね、持っといた方がいいと思います。ユベル。まあ、ユベルはもうめちゃくちゃ汎用だからね。これも無気力。鉄器のイカズチは僕もこの間までなんか強いと思ってたんだけど、紙線の完全劣化ってわけじゃないんだけど、基本的に4枚目の紙線的な立ち位置。後半のね、効果が結構ね、厄介なんだよね。自分が困る。まあ、罠デッキとかで入ると思うんだけど、この文言はいらなかったです。まあ、ここ SR はね、なんとなく分かってたんだよ。姫クジャク、被告弱の、ロードの方が、本体が SR だから、まあ、この辺は SR だろうなって思ってたんだけど、ヒモロギがまさかのね、レアっていうね。ヒモロギが一番大事なカードなんですけど、マスターデュエルの運営はワンチャンそれを分かってない説がある。こんばんは。エスプリットバードの勉強させていただきます。あ、ニッコリさんこんばんは。ぜひぜひ覚えていってください。なかなか癖があるテーマではあるんですけど、まあね、イラストがとにかくいいので、イラストをモチベに僕もずっと使ってます。なんかね、すごい身も蓋もない話をしてしまうと、とてもしょうもないテーマでもあって、まあ、展開通ると天の岩戸が出てきたりするんだけど、そこまで行けば勝ちだし、展開通んなかったら負けみたいな。これは、あれだね。やる前に話すべき話ではないね。とりあえず向いていきますか。てかさ、別に向かなくても、まあ向くか。そう、ヒモロギが UR だと思ってたから、僕はジェムを割と温存しておいたんだけど、本当に向く必要がなくて。まあティフォン欲しいからね。ティフォン欲しいのと、ユベル、センチュリオン当てるために向きますか。しばらくはパック開封でお茶を濁します。みんな見るこの演出。プロブキンはあんまり配信やんないんですけど、配信のたびに基本的にスキップしちゃうんだよ。スキップして、スキップすんなって怒られる。長いよね、これね。
早送りとかないのか一な。気にやっちゃいます。わらわら。仲間、来たけど、これはまあ、そんなに嬉しくないかな。1枚あればいいカード。なんか、1.5 倍速ぐらいにできんだったら、これ見れるんだ。来た、やった。ファントム・オブ・ユベルは、ヒメクジャク。ファントム・オブ・ユベルは、2枚あるといいです。こんぐらいかな。いや、でもめちゃくちゃ無記録ではあるんだよな。ユーベル知らない人に少しだけお話をすると、まあ簡単に言うとですね、ナイトメアスローンっていうフィールド魔法が、攻撃力、守備力ゼロの悪魔族をサーチできるんですけど、まあそれで暗黒の将来心持ってこれるのもそうだし、スピリット・オブ・ユベルっていうモンスターをサーチして破壊するんですよ。いいね。だいぶ当たってる。サーチして破壊して、スピリット・オブ・ユベルが破壊されると、どんなところからでもユーベル本体をリクルートできます。で、融合モンスターのファントム・オブ・ユーベルが、手札、デッキ、墓地、フィールド、デッキじゃない、嘘ついた。手札、墓地、フィールドのユーベルモンスターをデッキに戻すことで、2体ですね。2体戻して、融合召喚できて、モンスター効果を無効できます。全然簡単に説明できなかった。だから、ファントム・オブ・ユーベルから、ナイトメアスローンから、召喚権を使わずに、誘発ケアができたりするっていう話。で、デッキにノイズを2枚入れなきゃいけないけど、まあでもどうなんだろう、マスターデュエルはさ、テラフォーミングが禁止なので、そんなでもないかもしんないね。ただ、ユーベルがそもそもめちゃくちゃ強いから、今、紙とかでも環境デッキなので、全然持っておいていいと思います。センチュリもな、なんか、ナイトメアスローンが欲しいな。エンブレーマーだからさ、なんかセンチュリの出張って別にエンブレーマー入れなくてもいいので。カード全部禁止でいいのでテラフォ返してください。涙。テラフォね、なんか、割と困る。エスプリットもだいぶ困ってます。テラフォなくて。世界カード。なるほどね。まあそうだよね。ペルレイノとか、なんだっけ、クシャトリラのさ、パライゾスか。あの辺だよね。割と。エスプリはね、ちょっとね、動画上げてるんですけど、紙の構築と若干違います。で、MD のレシピも動画説明欄載せたんですけど、結局はそこからちょっと変えてるので、後でまたお見せします。UR 全然ないね、この10連。この10連悲惨だな。なんか悲惨だな、だいぶ。ようやく帰ってきたマジスペクター、ユニコーン。こんばんは。さきさん、こんばんは。ちょっとしばらくバック開封を一緒にお楽しみください。エスプリットね、いや、甘いんだよ。紙のエスプリットはなんと、光り物が1枚もないです。待って、ロイヤル下に書こうか。あれ、ロイヤルこれ。エスプリット機になってます。じゃあロイヤルはごめん。ロイヤルはあれか。UR しかない。本当？まあ、とにかくイラストアドがた
高いんで、ぜひぜひ使ってみてください。ちょっと構築の紹介はパック向き終わってからやります。一応動画作ったんですけど、そこからまた構築変わってるので、いや、ひどいな。まあ、1回目の10連がだいぶ良かったので、こんなもんでしょう。そう、僕は、紙の話をすると、宿とかがあんま好きじゃなくて、宿に限らず光り物があんま好きじゃなくて、これなんか時々配信とかでも話してるかもしれないんだけど、なんかね、成金感があって嫌なんですよ。ノーマルのその素朴さが上品で、僕は好きで。で、エースカードだけ光ってるのがね、好きなんだよね。ストラクチャーみたいにさ、他のカード全部ノーマルでエースカードだけ光ってるみたいな。単純に紙質の問題でスーパーレア以上って、曲がっちゃうから、それが嫌なのもあるんだけど、エスプリットは、光り物が1枚もないから、それはそれ寂しいんだけど、エースカードがレアだからね。割と、ちょっとそこが気に入ってたりする。あ、待って、社員加工。あれ、待って、さっき僕、姫クジャク社員加工当たったよね。そう、好きなカードだけ。社員加工来た。いいんじゃないなんか。てか、ロリショタクジャクって僕は呼んでるんですけど、ロリクジャク当たってないの。ロイヤルとかシャイモだから、エースカードだけ僕はロイヤルにしたいです、理想は。スローン来ないね。スローンが一番欲しいんだけど、なんだったら。スローンとティフォンとアゼウスも欲しい。結構欲しいのがいっぱいある。年あって人間の寿命に換算すると1秒に3回やってる計算らしいです。リア充って許せませんね。1秒に3回やってるめちゃくちゃ疲れそうなんだけど。そして寿命がそれぞれ80億年あって、来た。来た。いいね。いやー、社員加工はいらない。アーゼウスの。すごい周期だな。だから80億年あるから、人間換算だとってことか。1年に1回が、だから実質、1秒に3回ってことか。なんか一気に、あれだね。ロマンチックさが薄れたね、それを聞くと。僕はてっきり6月のパックにエスプリが収録されると思って、もう1ヶ月前から動画を作って、今日ツイッターにアップした展開の画像とかも、もうずーっと前から作ってあったんだけど、七夕終わっちゃったね。というかさ、エレキがようやく来たのか。散々来ないって言われてたのに。自分はエスプリットバードのソロモードが来るのかと思ってましたよ。僕もね、そう思ってた。なんか、なんだっけ。4日前ね、3日前の発表でさ、UR のところにエスプリが1枚もなかったから、ワンチャンソロモードで追加かなみたいなことは、レガシーさんみたいなね。あれ、エレキって、去年の4月のパックだっけ ?7 月だっけエスプリと一緒だったかな。あとね、ティフォンが来てないんだ、ティフォンが。
ティフォンも来てないし、フローも全然足んないし、プリムラももっと欲しいし、エンブレーマはまあどっちでもいいかな。エスプリのソロモードなんかさ、めちゃくちゃなんか映えそうじゃんね。背景ストーリーとか見たかったんだけど、ツイッターで展開載せた画像すごく凝ってましたね。すごいでしょあれ。めっちゃ頑張った。めっちゃ頑張ったけど、エスプリは知名度があまりにもないから伸びてくれるといいなと思いつつ、あんまり伸びない気がする。いやー、ちょっと UR が、まあでもまあ当たってる方かな割と。多分30時間ぐらいかけて作ったと思うあれ。ごめん、ちょっと思ったかも。意外とね、でも作るの大変なんだよね。やった、ティフォン来た。よかった。あ、ティフォン来ればとりあえずかな。あ、釣りの疲れ。割とね、いい引きしてる気がする。割となんかなんだ、社員加工がね、エスプリの社員加工が当たってて嬉しい。遅いね、終わるの。ではエアパック一番の目当ては何になります？間違えた。エスクリ組む上ではほぼ関係ないガチャ。URD コンパックはナイトメアスローンだと思います。スローン、スローンかな。プリメラも多分結構嬉しいと思うけど。汎用性で言ったら、スローンの方が高いと思う、全然。まあ一番汎用性高いっていう意味ではティフォンなんだけど、ティフォンはまあ枠あれば入れるカードなので1枚あればいいです。いやー、そうね、ちょっと悩んだんだよ。だからエスプリ組むにあたって絶対パック向く必要ないからどうしようかなってちょっと悩んだけど、普通に中身が今回はいいから向くことにした。どこにでも入るからスローンとファントムは引いときたいね。そうだね。ファントムがだから2枚欲しくて、スローンが3枚欲しいと思います。ちなみにソロモードってなんか追加されたの？見てないんだけど。バック収録カードで、所持カード。こんな感じです。アーゼウスはもともと1枚持ってたので。まあ微妙かな、ちょっと。まんべんなく来たね。ソロモードは追加なしでした。あ、本当？ソロモードってどういう基準で来るんですか？なんか、割とまばらに来るというか、不定期なのかな？まあかな。まあだったね。センチュリー、アーゼウス。こいつは1枚でよくて、マジェスティペガサスってマジェスペクターとエレキを引いた数で服を自慢するパック。そうだね、格差が激しいね、そこは。他は何追加されたんだ？メイトの人選とかも謎すぎますし、運営の考えは本当に読めませんね。わらわら。メイトがあれだっけ？ライヒハートくんだったっけ？
ちなみになんでクシャトリラがいきなり、宿パに来たからってことか。宿パに来たからメイトに出したってこと？ 4T のやつは適当にフィールドサーチできるから1枚あるとなんやかんや。マジェスペクター、マジェスティペガサスみたいなやつ。いや、スリーブ、まあでもユーベルの方がね、ユーベルも大概人気テーマだからな。し、せ、ぬ、カーズ、サト、ハブ、アライブド。ちょっと待って、また海外の方からコメントが来ました。国際、毎回恒例の国際交流が。新しいカードは何が来ましたか見せてください。OK。ちょっと、2度目の再びになってしまうんですけど、もう一度当たったカードを見せます。誘発や汎用カードをブクマに入れてますが100件じゃ全然足らない。ロナルド・ゲーマー、Thank you for watching。誘発や汎用カードをブクマに入れてますが、100件じゃ、ブクマ、僕その機能使ったことない。なんかマスターデュエルの細かい機能全然知らないんだよね、実は。この所持カードのさ、所持カード機能も割とね、1年くらい前に知ったし、それ以上に、あれ、なんだっけ、そう、僕はこの、どれだなんか分解できないカード、フィルターかけらんないの、めちゃくちゃ不便だなって思ってたんだけど、確かどっかでかけれるよね。また忘れた。またわかんなくなっちゃった。で、SR と UR。選択カード分解ね。これか。サモリマ割った。これか。サモリマって何？これサモリマってなんだ？あれ、ヒメクジャクは、あれか。この、彦星組が社員出たけど、織姫は出なかったんだ。サモリミ割ってないよ。そっか、あれか。エクストラデッキとツボで飛ばすカードが知りたいです。エクストラはですね、まあ手札次第なんだけど、そうだな。まあ、いろいろ入ってるんですけど、結局天帝引いた時のことを考えると、大体リンクモンスターかな。まあ、あれば便利なんだけど、まああんまり出さないから、そうだね。まあ、どうなんだろう。まあ、天帝来た時考えたら、この辺は、除外しづらくて、エクシーズはまあ飛ばしちゃっていいと思います。エクシーズと、まあ、一番使わないのはエクシーズだから、エクシーズと、このセキュアガードナとか、アルミラージが入ってる理由は、この辺入れとくと、マクシムスドラグマの素引きが嫌じゃなくなって、この荒玉とか先玉とかこの辺は、打点が1000以下なので、アルミラセキュアって出すと、墓地にアルミラを落とすことができて、マクシムスで動けるようになるから、この辺もまあ、除外してもいいと思うけど、結構ケースバイケースかもしんない。
検定でドローできるから合金は入れてないです。金券は別に なくてもいいと思うけど、だいぶこのデッキ安定しないから。なるほど、ありがとうございます。はい、いえいえ。姫クジャクの社員出るまで向きたいな、ちょっと。先行だったらマロン優先的に飛ばしちゃうかも。ああ、そうだね。先行か後攻かでも変わってきます。スピリットは2枚やっておくて。スピリットも割と1枚でもいいんだよな。この子は何ができるんだ？フィールドサーチできるやつか。エンブレーマは、取っといた方がいいかな。これ、出張では基本入んないけど強いよね、普通に。アークシーラ、エレキ勇気。待って、エターナルフェイバリットは普通に使うから。まあいいや、また作れば。冥界もようやく来たのか。ナイトメアペインは普通に使う。この辺も使う。マジェスペクターは良くて。こんなもんかな。これ1回に3枚しか作れないんだっけ、生成って。来てほしくない時に社員来るのに。スプリット、マジェスティ P でヒモロギサーチして、なんとか魂みたいなスピリット P モンスターコストにして展開。来てほしくないのは社員加工来るのに、来てほしいやつは来ない。じわじわと減ってってる。まあいいや、これはちょっと後で裏でやっときます。ペンデュラムスピリット、マジェスティペガサスでヒモロギ。マジェスティペガサスをさ、竜剣士カードの効果で特殊召喚するのか。だったかわからないね。俺もバルモにカロイヤル厳選しなきゃ。バニラシュウさんこんばんは。まあユニコーンはもうなんかすごい今更感あるよね。今度一緒にやるか。ロイヤル厳選。で、ちょっといろいろ寄り道をしてしまったんですけど、構築の紹介を先にやっちゃいます。ヒモロギ。まあ大体さっきツイッター見ていただいている方はわかると思うんですけど、大体画像で書いてあるのがほとんどで、そんな特筆すべき点はないんですけど、まあ3枚書道なんですよ、このデッキ。で、それがさすがにやばいから、このヒモロギとスピリットモンスターを新玉もしくは先玉プラスヒモロギっていう手札だと2枚書道になります。
ただ、ヒモロギにアクセスする手段が全然なくて、テラホとか、ボン回しとかがないので、ヒモロギに触りづらいから、新玉はスピリットモンスターをサーチできるから、この辺の、初動に触れるんだけど、玉とかに関しては、先玉だけ来られても困るんだよね。このヒモロギ引けてないと意味ないから。だから、紙の方では僕は結構スピリット積んでるんですけど、MD の方ではスピリットは減らした方がいいと思います。で、岩戸が制限なのも結構困る。岩戸は上振れた時に、姫クジャクからリクルートできたりします。基本的にやることは相手ターンにモンスターもしくは魔法罠を3枚。モンスターだったら手札バウンスで、魔法罠であればデッキバウンスするテーマです。他のところに関しては召喚権使わないで儀式カードにアクセスできるマクシムスドラグマとか、儀式の準備から基本的にその初動がこの姫クジャクになるので、姫クジャクからヒモロギに触れるので、まずは姫クジャク出したいんですよ。だから儀式の準備は、カリスマンドラが入ってない理由は、儀式の準備からカリスライムアクセスして、キャンドル行って儀式魔法をサーチするか、モンスターは基本姫クジャクで大丈夫です。って感じ。で、ヒモロギじゃない。星合いの天下はね、多分、これから組むよって人は2枚あっていいと思います。アーゼウス作るか悩む。アーゼウスはまあなんかね、2枠避けるデッキあんまないと思うから、僕はゴーストリック使いなので、普通に2枚欲しかったけど、架け橋フォルスでヒモロギ触って、あれ、フォルスでさ、架け橋を落とす手段あったっけ？トレインとか。無理やり熱血で触りに行くのはちょっと手だよね。だいぶ安定しないからな。羽吹雪なんですけど、単純に UR だからっていうのはあります。入ってないのは。羽吹雪自体は強いんですけど、まあね、ターチが効かないのもあるし、じゃあ羽吹雪打って次のターンに、リソース確保できるかって言われたら、盤面作れてればいいんですけど、盤面作れてない時に羽吹雪があっても、姫クジャクが手札に返って終わりなので、もう無理やり展開通しに行っちゃった方がいいんじゃないかなって思ってたりはします。デッキ紹介はだいたいこんな感じです。展開しなくても妨害になるのが強いのに、展開できないの羽吹雪打つ条件整わないって致命的だよね。そうなんだよね。別にメインデッキのさ、儀式モンスター以外に超獣族の風属性がいるわけじゃないから、よりクジャク出せればまあいいんだけど、出せなかった時に使い道がないんだよね。お待たせしました。やっていきます。誘発もね、結構諸説あるだから、あんまり積むと結構事故ると思う。で、そう、あれなんだよ。MD だと多分ガンマは入れた方がいいです。割と、バニーモンスターいない状態で、儀式の準備とか、カリスライムとか、検定とか、
下準備とかいろいろあるので、暗融合の儀割式版とガンマはみたいな強いんやつあじゃないかな。ったら欲しいよね。1枚でノーコストでロリとかショタリクルできたら。儀式ね、なんかもう少しサポートあってもいい気するよね。いやー、そうなんだよな。明らかにその見合ってないんだよね。消費に対してのリターンが。儀式が環境来たのなんてもうだって、9期の時のネクロスとか、そのくらいじゃない？あ、これは結構、いやー、どうなんだろうな。ライノルフィアだから、下準備引いてても2枚初動なの納得いかん。あら、止まった。てかそう、下準備が強くないんですよ、このデッキ。なぜか。なぜかですね、肝心のロリク弱と初卓弱を下準備でサーチできないので、下準備はあんま積みすぎない方が、まあまあ強いんだけどね、それでも。強いんだけど、デッキの儀式魔法がすごくなくなりやすいので、エスプリットコーリング2枚とかにしてると、こんな感じね。こんな感じによくなるんですよ。オタク弱からも、何する子同じ効果になる。これバトルしちゃダメなんだっけ？戦闘効果で破壊。一回、セットする。墓地を送る。ただ一回効果使わしたいよね。もうレ解体セクスタフとかあったっけ？ーム出てくるから終わり。終わり？一回バトルしてみよう。今日は気軽にやります。もうWCS の疲れが残ってる今だね。フレンジーじゃなかったのか。ならまだあるか。これで、なんか、セットできるらしいんですけど、星4いなかったんだっけ。星4。あ、これ全然僕相手の効果見てない。あれなんで余ってちょっとさ、ちょっと待って。おかしくない？さすがに。これひどいよね。これダメだ。ごめん。サレンダーしよう。今、でもあれか、儀式素材結局いなかったか。3カードポーカーうまいじゃん。だからさ、こうなるんだよ。初卓弱からも、絶対に儀式魔法にアクセスしないといけなくて。で、なおかつ、儀式の準備握ってたりすると、平気で手札に2枚来たりするから、だいたいすぐデッキからなくなります。M ポップアップ入れないから。釣りに、今日すごい、待って。今日すごいんだけど、なんか。いやー、同時そうだな。ただ、儀式の準備は単一がないので、どうしよっかな。まあ、とりあえず、消耗が激しいんだけど。うらら来るかな。増字か。増字のね、止まりどころもこのデッキないんですよ。どうしよう、動かない方がいいかな。デビリチャルから入ると、結構しんどくて。で、誘発1枚で
動きますか、一回。とりあえず展開見せよう。カリスラはもう使わないので、多分捨てて大丈夫です。で、まあ、スピリットプラスひもろぎがないときは、とりあえず、姫クジャクを出します。出して、で、着地時に、デッキからスピリットモンスターの記載があるカードをサーチするんですけど、まあ、大体ひもろぎなんだけど、大体ひもろぎなんですけど、今手札にあるので、これはコーリングかな。3枚書道だからね、姫クジャク1枚からだと最終盤面までいけないんですよ。これで、デッキ儀式召喚ができます。で、この子は、儀式の下準備です。自身をリリースして、スピリットモンスターと儀式魔法をサーチできるんだけど、これ、改ま召喚権使ってないので、改まかな。改ま、で、改ま出して、まあ、基本的には非国弱ですね。魔法罠は、相手のターンの妨害考えるんだったら、だいたい非国弱で。手札がこれだから、国弱、岩と、非国弱かな。で、ここからさらに、このひもろぎの効果を発動するためにですね、儀式召喚しないといけないんですね。で、コーリングは墓地の、この子たちも素材にできます。で、さすがにもう動けないかな。で、エンドフェーズに、イケメン。スピリットモンスターは手札に戻るので、これがトリガーとなって、この、押し合いのひもろぎの効果が発動します。なんかめちゃくちゃ展開に時間かかってるな。で、この星合いのひもろぎは、ひもろぎじゃない、星合いの天下は相手ターンに儀式召喚できるカードなんですけど、このカード自体に儀式魔法効果が備わってるわけではなくて、ここは止められてもいいです。正確に言うと、手札の儀式、墓地から除外することで、手札の儀式魔法の効果を適用するっていうものなので、なのでさっき、余分にコーリングを持ってきました。だから、このエスピリットシェードとかエスピリットロードを場に2体並べることでようやくっていう感じですね。リーチだっけ？メインフェーズに、これもう止めていいんじゃないかな。わかんないけど。これは姫クジャク。岩と狙える。ああ、立夏だったらそっか。その方が良かったか。
で、相手ターンの儀式召喚なんだけど、この辺場に残しておくと、またエンドフェーズにヒモロギの効果が発動するので、残せるんだったら儀式モンスターは残しといた方がいいです。だから基本的にこの1妨害だけで相手のデッキ次第ではヒメクジャクから岩戸をリクルートできるっていう感じですね。さすがにドローさせすぎたな。で、星合いの天下に関しては、僕は事故るから今1枚にしてるんですけど、普通に、デュエル中盤のことを考えたら、除外された天下は使い切りですか？そうです。なので、このカードは2枚あった方がいいと思います。これから触るよっていう方は特に、突き詰めれば1枚になることもあるんだけど、回収できないので、まあ、どこまでだからそのロングゲームを想定するかというか、結局そうなんだよね。そのエンドフェーズのさ、効果が星合いの天下が少ないとこの分弱くなるから、まあ、スピリットモンスターと儀式魔法回収できるから、十分ではあるんだけど、次のターンの相手の妨害まで考えるんだったら2枚あった方がいい。逆にこの被告弱とか儀式系はだいたいヒモロギじゃないや、ヒモロギか。回収できない点が。いや、これ回収できないの結構致命的だよね。デッキ墓地からでよかったのにね、これ。立夏コンコンがあると植物をリリースする代わりに、あれ、白姫がさ、モンスター効果使ったらそうだよね。なんかサレンダーしてくれた。なんならヒモロギで相手ターン儀式もしてくれ。それ。っていう感じでちょっと僕は天下を2枚入れます。今日は。なんかね、意外とそう、盤面突破されたら普通に負けることも、負けなので。裁縫狩りの悪魔は除外状態のカードも戻せるのに。そう、なんだろうな。もう勝つかやられるかのデッキだから、それを考えるんだったら1枚でも大丈夫。本当だよね。財宝狩りもさ、現在法もさ、どっからでもではないけど、ね、ちゃんとリサイクルできるのに。まあ一応その星合いの天下に関しても、出撃できてると3枚書道じゃなくなるから、まあ別になんか完全に悪いってわけじゃないんだけど。リベルはさ、でもこれここ止めないと結局ファントムリベル出てくるから、とりあえずうらら投げます。最近のカードはマナーが鳴ってない。除外いやでも手札次第か。初動がいないんだったら別にロータス出てくるだろうし。この手札さっきの試合で欲しかったな。そうだよ、除外なんか回収できないから強いのに。
こんなポンポン回収できちゃったら意味ないじゃんこね。れさんいらないだろってのが多いたリュランスとか。ああ、これだったら止められるかな。レスキューのフィールド魔法とか。いや、MD はね、ガンマ純正源なの本当にいいよね。誘発の選択肢増えるのはすごいでかい。こういう時に。スローン、うらら、いやー、頑ちょっ張ってと動き微妙だな。強すぎてやめてほしい。いや、微妙じゃないか、強いか、普通に。とりあえず、新玉は止められてもいいので、新玉から入ります。ここはもう全然止めてもらっていいんだけど、普通に通ったので、一回バグースカとか挟んでも、バグースカでアーゼウス、いや、難しいな。リメイク弱持ってきたいよね。先に持ってきとくか、もうこれ。あんま先に見せたくないけ新ど。魂だけならまだエクソシスターだと思われてる。わら。先玉持ってきてもいいんですけど。この手札だとなんか難しいな。先玉持ってきてみよう。風呂場か？リトルナイト、ヒモロギは使っちゃっいや、こっちから入るか。意識魔法。意識魔法。結局、準備からはレベル4にしか触れないから、掃除もいない。姫クジャクに無限もらいたくないんだよね、今。ここまで通ったけど、ここまで通ったんだけど、引き出すか。いや、姫クジャク行くかな、これ直接。なるほどね。それはちょっと困るな。困るけどさ、ここ吸えないよね。そうだよね。新玉と先玉って、どっちも違うから。だったら、一回姫クジャク挟んでおくて、なるほど。そうなると、ただこっちにこれで今、2体スピリットが溜まってるので、精度姫クジャクをどかすことなく、これで出すことができます。で、こうすると、さっき話した
スピリットモンスターが2体並んだ状況ができる。で、これは戻していい。スローンは別になんもないよね、今。あ、待って、ごめん。あれだ。姫クジャクが効果無効になってるから戻れないじゃん。そしたらですね。儀式魔法回収かな。まあ、初動引かれないことを祈ろう。スプリットの下級3体はあれなんなんです。わらわら財宝やレスキューと見比べると怒るとおり越して呆れます。わらわら。スローン、ウララ、ガンマ、最強。アウラビス入れてもいいかもね。あー、やばい、これあれか。そっか。ボスリソース溜まってるんだった。あれ、動けないんだっけ。ああ。お、最強カード来た。どうしようかな。とりあえず改まじゃない、天の岩戸出して、送って、なんかこれもう普通に、一応墓地貯めとくか。打点がまだ足んないから。あ、待って、1体足んなかった。これと、これ。昔のカードだからごめん、なんか、擁護できないレベル。なんかあった。なんかあったけど別に破壊されても効果、出てくるのか。出てくるけど、ただあれか。永続効果だから。なんかめちゃくちゃ邪魔なんだけど。岩と消すでも岩と通常召喚してんのか。まああれでいいかな。全員手札変えるのでこのターン。エンドして回収してでいいかな。僕もちょっとエスプリ回すのが久々だから。待って、もしかして儀式魔法ない感じ？あれ？別々にサーチするんだっけ？召喚剣は使った。結局全部岩戸で止まるから岩戸維持してやかてるんじゃないの。そうかもしんない。これ待って、僕またミスしたかもしんない。こんばんは。花部さんこんばんは。あれか。待って待って、これさ、星合いの天下のサーチ先が今なくなったのか？なんかめちゃくちゃ邪魔なんだけど。星合いの天下のサーチ先が、そうだよね。今使っちゃったからなくて。
でも場面剥がすかなんかよくわかんないから。ちょっとだいぶ意味わかんない動きしてるけど。あ、これでさ、そうだ、ダイナモンドこの時のために入れてんだ。待って。岩戸使えないんだっけ？儀式モンスター含まないといけない。もうリトルナイトでいいや。待って。岩戸でスピリット以外の効果使えないけどね。確かに。なんかもうよくわかんないや。まあ、ただこれ、さすがに。うん。いや、しかも今のところも岩戸さ、戻した方が良かったしな。意外とね、考えること多いんだよね。拮抗か？なんかすごい相手に申し訳ないことしてる。4600。高チリソースがいろいろあるので、僕はそのエスピリットロードをさっき何で困ってたかっていうと、エスピリットこの星穴天下がデッキの中にですね、ごめん。それがあったんだ。なんかめんどくさいんだけど。ていうか今普通にリトルナイト効果使って終わりだったな。ダイナモンドでデッキに戻す。リトルナイト。ダイナモンドってリンクマーカーどこ向いてんの？で、これスローンどかさないとあれか。ちょっとだいぶひどい試合見せてるんだけど。天下をね、送る手段がなくなるんですよ。今使えて。デッキに同じレベルの儀式モンスターいないと、墓地を送れなくて相手ターンの妨害ができなくなってみたいな話をしたかった。で、今度は儀式魔法が手札いないや。
ナイトメアペインあると結構まずいよね。いや、今トップスローはやばくない？ちゃんとやるんだった。なんかさっきのターン適当にやんないで。ちょっと一回サレンダーします。だいぶひどい試合が。ごめんなさい。そう、なんかいろいろ意外とそのケアしなきゃいけないところとか、その墓地のリソースとか除外ゾーンとか、デッキの残りのカードとか見とかないと結構積んだりするので、なんかそういうのが怖い方はエスプリを多めに積んだ方がいいかもしれないです。これは動けるな。とりあえず出してで、エモロギがあるから、ここはコーリングでいいはず。相手目線岩戸が一生いるのがうざいから、岩戸出せたらゆっくりやってやかてるよ。なんかさっきのターン岩戸残せなかったんだよね。で、改まと、帰国弱のサーチ先に関しては、相関係使ってなければ、改まの方がいいです。改ま、エンドに手札に変えるから、次のターンのリソースになります。岩戸って効果使えなくなるだけですか？墓地のホルスとか出てこれちゃいますか？そうだね。効果使えなくなるだけだから、ホルスとかに対しては無力です。まあ割とそうだね。今の環境だと穴があるかもしんないね。うん。ごめんなさい。これさ。いや、やっぱ入れるべきなのかな。何が起きてるのかというと、姫クジャクを素引きしたせいで、サーチ先が足りなくなってる。いや、これだからね、そう、姫クジャクがいたらだいぶ
エンドフェーズに、まあセットから入ってくれるんだったら、ゴーストリックですか？そうだね、スピリット、でも結局さ、だから、星合いの天下をあれなんだよね。今、でもこれで発動できるようになったのか。黒魔女もダメです。あれこれ同盟いけるんだっけ？手札の儀式モンスターを見せて、そのモンスターとはカード名が異なりレベルが同じ儀式モンスターをサーチ。あれなんでなんで同盟いけたのこれ今。ただ、姫クジャクすびきに関してはもうどうしようもないっちゃどうしようもない。姫クジャクが、バグっててくさ。なんかバグった今。ちょっと足をぶつけたんだけど、思いっきり。同盟以外でしょ？カード名が異なり、レベルが同じ儀式モンスターをサーチ。そう、僕がだから、星合いの天が1枚にしてたのは、結局サーチ先がいなくなりやすいからっていうのもあります。星合の天下はなんて誰も使わなすぎて、バグに気づかれない。これバグだったの今の。そんなことある？待って、でもさ、おかしいよね、今の。普通に同盟サーチしたもんね。そうなんだよな。さっきみたいな手札だと、エンドフェーズにだから、今僕は姫クジャクは、初動になるから2枚積んでるんですけど、エンドフェーズに被告弱を場に維持しないといけないってなると多分無理なんだよな。ロード姫クジャク素引きしたら、だからあれか。多分被告弱2枚積んだ方がいいですね。被告弱が2枚いると、基本的にこのロリク弱の方が最後エンドに、場合によっては手札に場合によってなんだよな、でも。確定で帰ってこれるわけじゃないから。この辺も別になんか素引きして強いわけじゃないから。より外見せた時も同盟いけたら天川のバブだけど検証できるデッキ構築になってない。そうだね。これ以外の時もちょっと、でも、どうなんだろう。でもさ、だからあれか、レベル8もう1体積めば、スプリットロード被告弱をもう1枚積んでみる。これで、パッチできたら、いよいよバグです、これは。違うない、スプリットロード被告弱を2枚にすればいいのか。そうすれば、ロード姫クジャクを手引きしても問題ないので、
で、なんかいろいろで2個きそう、増やしたから彦で検証できるね。いろいろできそうでできなさそうな手札なんだけど、とりあえずカリスライムで、カリスライムいらないので、落として、姫クジャクのバグなのかな。これさ、ちょっと待って、儀式の準備がある。儀式の準備があるとどうなるんだ？ただ、ひもろぎはここで使うしかないはず。儀式の準備があって、墓地にスピリットがいないから、とりあえずここはこれ使わないと何も変わらない。とりあえず出します。出して、出すんだけど、まあ結局でも改まんなんのかな。結局だな。やっぱサウラビス欲しい。準備が妨害ケアサウラ入れるかになるの。そうだからね、相手ターンに天の岩戸出せるのはだいぶ上振れです。大体出ない。もう一枚何か握ってれば出るんだけど。ロード被告弱を2枚にして、で、サウラビス入れるか。ここにウララとか打ってくれるとだいぶ美味しいんですけど。で、相手がナイトメアスローンとか貼ってきたら、あれです。ここは、姫クジャクを出して、デッキから天の岩戸をリクルートしましょう。あれじゃね、スタンドアップとかウェイクアップとかあるからさ。サイバードラゴンか。サイバードラゴンだったら、普通に戦闘で処理されるんだよな。改造時投げとこうか。メイン終了。ガンマはケア。とりあえず姫クジャクで送って、で、墓地からこいつ使って、で、トークンかな。まあ、でもあれか、被告弱使っていいか。多分もう使い道ないから。これでようやくできたんですけど、ここで
天の岩戸を出すと、なんとこの天の岩戸は手札に変えることがありません。岩戸は、岩戸に限らずなんですけど、スピリットモンスターが手札に変えるのって、あ、墓地に変えるんだ、これ。これ墓地に変えるんだ。除外ゾーンからスタンバイに帰ってくるんですけど、帰ってこれない場合は墓地に行くらしい。ロリシュタが名前変わるのってばだけ。あ、そういえばそんな効果あったね。バト墓地だったかな、確か。そしてロリシュタの帰ってくる場所もありません。かわいそうに。会うことを許されない。エスプリはこれができるのが非常に強力で、だからあれだね、ユベルとかセンチュリには強いかもしれないです。魔法罠を先に場に出してくれたら、姫クジャクから墓地に岩とリクルートできるので。去年も調べたよ。本当、もう記憶にないよ。1ヶ月経ったな、それだから。去年も調べたよ。で、あれだね。サウラビスを入れようっていう話。ヒコクジャクが多分2枚あった方がよくて。そうだ、姫クジャクを握ってしまうと、まあ、姫クジャク握ったら、でもヒコクジャク出さなきゃ。ヒコクジャク出さなかったら妨害だいぶ弱いから。サウラ。こんな感じかな。姫クジャクは、デッキからレベル4以下のスピリットモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚できて、ヒコクジャクは手札から出せます。同様の効果で。だから理想はですね、理想はそのヒコクジャクで相手のモンスターどかした後に手札から岩と出すのが理想なんだけど、なかなか拾わない。このランク帯だとやっぱり誘発が少ないですね。全然飛んでこないや。いやー、そこもらったらきついんだけど。サウラが欲しい。せっかく準備じゃないや、サウラ節入れたのに。で、そう、羽吹雪とか入れとくと、こういう時に強くて、無限ベーラーで止まった、展開通ればそれはそれでよくて、展開止まって手札戻っちゃうじゃんみたいな時に、無限とかベーラーだったら、手札戻んないから。お相手有識者ですかね。ワンチャンそうかもしんない。誘発受けもね、すこぶる良くないです。
ヒモロギス引きはだいぶあるからショタが止めどころだと思う。まあそうだね。どこなんだろう。ショタかな。でも確かにどこきついって言われたら、いや多分ね、一番実はきついのはエンドフェーズの戻るタイミングで極弱スピリットロードの方の極弱の効果無効になったりすると、もう妨害ゼロになるからきついかな。どこもらっても基本きついです、多分。手札フィールドにいる限りか。七夕過ぎても帰らないただのおじさんになっちゃう。あれだね。潔くない彦星だね、だいぶ。風情も何もあったもんじゃなくて草。メンヘラ彦星。実は探査車とか入れる。いやー、探査車ね、ちょっと考えたけど、それだとヒモロギのバリューが落ちるんだよね、召喚権がないから。秋玉増やせば、まあでも、なんとも言えないな。結局そのヒモロギが強いのってさ、儀式召喚しなくても儀式できることであって、それがその先玉前提になっちゃったら弱い気がする。トガ姫がある。どうすればいいんですか、これは。とりあえず改まで誘発もらえばいいかな。誘発とか、無限とか。ロア伏せてんのか。何持ってきてたっけ。ロアとレイジはあるんだっけ。あとトガ姫か。で、どうすればいいんだ。いやーでももう何飛んできても無理だっけ。ロリから持ってくるのが強いとはいえターン1ないところがあんまり生きないよね。トガ姫姫クジャクに打たれると終わりだから、これ普通にもう、いやー待っても打点が高いからさ処理できないんですよ。彦クジャク出さないと。でも彦クジャク、彦クジャク姫出すとレイジングフェニックスが突破できなくて、彦クジャク出すと妨害が残んなくて、どっちにしろロアあったら無理だ。いやロアは使わせてる。まあ彦クジャクか。
うん、トガ姫が結局出てきちゃうから。スピリットにもロアください。スピリットのね、そう、妨害がだいぶ安定しないんだよね。バウンスだから。一番欲しいのは、あれかな。フリミとは結構話してるんだけど。ヤタガラスのムクロとかいう意味不明カードしか。ね。新玉、この新玉とか先玉のモチーフって、確か神道の、なんだっけな、喜怒哀楽を表してんだったかな。なんか神道にこういう神様がいるらしいんですよ。で、4体いて、新玉、先玉、ネギ玉は今遊戯王にもいると思うんですけど、もう1体、串玉っていうモンスターじゃない、神様がいるらしいんですね。で、僕はその串玉がそのうち来るだろうと思っていて、というのも、新玉と、右玉と先玉が光属性の天使族なんですよ。で、新玉だけ悪魔族の闇属性で、前者に関してはそのポジティブな感情を表してて、新玉に関しては今ネガティブな感情を表してるんだけど、だからその右玉の対になるのが新玉で、先玉の対になるカードがまだ来てないんですね。だから、きっと来ます。この串玉っていうモンスターがいずれ。っていうのをツイッターで教えてもらった昔。で、このステータスに関しても、種族と属性以外にも、新玉と右玉は800、1800で、対になってるんだけど、対っていうかまあ同じステータスなんだけど、その半分の400、900のステータスが先玉だけだから、要は400、900の、悪魔族の闇属性のモンスターが来るでしょうっていう話です。串魂はどんな効果になると思いますか？串玉はデッキからスピリットモンスターを召喚できるです。召喚時に。デッキからスピリットモンスターをそのターンスピリットモンスター以外召喚特殊召喚できないっていう縛りをちゃんとつけないと、簡単にレベル4が3体並んじゃうので。これならうららにも泡にも捕まらない。だってそうスピリットモンスターがもう少し増えると右玉がすごい使いやすくなるんだよね。うららにも泡にも捕まらない。右玉っていう今日は入れてないんですけど、僕が紙の方では使ってる、なんかリリースされるとワンドローできるスピリットモンスターがいて、そいつが名称位置がないからうまく回せばいっぱいドローできるんですね。しかもスピリットモンスターの召喚権増やす効果も持ってるから、かつあれかな、スピリットのエクシーズかスピリットのリンクモンスターが欲しくて、ヒモロギに触る手段が欲しいですね。やっぱり安定してリンク1で押し合いカードサーチとか来てくれるとだいぶ助かる。このカードを召喚したターン、お互いスピリットモンスター以外の効果を発動できない。そうこの制約は絶対必要。串玉、荒玉、先玉で簡単にレベル4、3体並んじゃうから。リンク1スピリットは欲しいな。お互いだいぶやばくないですか？わらわら。で、お互いって書いてあった。ひどすぎる。スピリット入れてない。僕はすり身とすり身とか身内の人とデュエルするときに岩戸を出すときに毎回言うのが、だって
君がスピリットデッキに入れてないのが悪いんでしょって毎回言ってます。岩とは別に完全ロックするわけじゃないからね。スピリットモンスターの効果はちゃんと使えるから、スピリット入れてない人が悪いです。相手ターンでも発動できる。だいぶバグった効果してる。今スピリット軸にできない最大の理由が、このバラ玉とか握り玉とか引いててもランク4にしかなんないんだよね。なのでヒモロギサーチがシンプルに欲しいです。ヒモロギを安定してサーチできるんだったら、スピリットに完全にデッキをスピリットに寄せることができて、そうするとエスプリ的にも2枚初動で動けるようになるから。いや、ベーラーだとな、手札買えないからきついんだよな。その串玉に関して言うと、荒玉の半年後くらいに右玉が神で出たので、秋玉の半年後に出るかなって思ってたんだけど、来なかったな。何したって平気。まあスピリットはね、もっとやけくそ強化あってもいいと思います。ベーラー1枚止まるの普通にやばいな。全然エスプリ回せてない気がする。ワンみたいにサーチと召喚を連打する感じですかね。強化するとしそうたら。だね。召喚、逃げ玉も荒玉も召喚に対応してるから、特殊召喚を対応してないから、スピリットモンスター同士で交互に召喚し合えるような感じになってくれると嬉しい。これは、どうしようか。検定の引き次第で変わってくるんだよな。まあカリスラから入ってもら誘発もらってもいいか。ごめん、普通にドライバー、さすがにドライバーだったこれは。デビリチャル1枚しか入ってないから。でも効果無効になったから、これで。そうすると、天帝の使徒が打てるようになる。順番間違えたな、完全に。
逆でしたね。無限もらったから助かったまである。このガルーラとフェリジットのドローでなんか来てくれると。いやー、サウラビス来てくれない。サウラ来ないね。じゃあ今度はフェリジットのワンドローにかけます。で、フェリジットを先に適用させたいから、まあ別にここはいいのか。レクリアラー1、フェリジット2かな。フェリジットで引いたカードを見てからレクリアラーでサーチしたい。海賊融合さ、出てきてもというかふざけた下級3体をバチクソリメイクで出してもらえばノバエスクリットはなんとかなり自そ分の墓地のうですね。サイバーだよ。名前だけは一丁前なんだからいやー、全く。これ、墓穴打っといた方がいいかな。融合モンスターだもんな、でも。まあでも墓穴。待って。勝手にキャンセルしちゃった。ランページ、あ、ラッキー。ってなると、ランページは別に良くて、これで、ノリクジャクをサーチしますと。これはあれかな。岩と持ってくる余裕あるか。ここは改までよくて。でも儀式魔法が、いや、足んないのか。いや、違う、相手の場にモンスターが今いるから、サイバードラゴンだから結局戦闘処理されそうだけど、これで岩と持ってきて、あれなんか出せなかった。なんか制約あったっけ。なんでだ。天が彦で岩と守れるしだいぶいい。いや、多分今のこれだとね、どのみち天下はセットできなかった。天下はセットできるんだけど、儀式魔法が。戻らないからダメとかありそう。それっぽいね。まあ、最悪妨害作れなくても、次のターンの儀式はできるので、こういう時は基本的には儀式魔法を回収しときます。リソースはちゃんと返ってくるので。
同時に投げるんだった。サイバーだったら、参戦のサイだったら、まあ5だったら関係ないか。一回いいや。ガンマ多分ないと思うけど。この道、このターンでちょっとキルされると無理。あれだね、マドルチェプリンセス、チョコアラモードと同じ最低かな。ちゃんとメインデッキに戻らないといけないっていう。まあ儀式素材にするっていうのが本来のコンセプトなんだけど、この子たちが結局戻ってこれるからね。でも割とこのトークンたちはリトルナイトになったり、場合によっては4体並ぶ時もあるから、シュライグにしたりっていう使い道があります。打点も高いし。エスプリットパワースポットっていうカードを入れてもいいかもしれないです。暴走と組んで殴り倒しに行くとかですかね。まあ、暴走トークン入れるならさすがにパワースポかな。スピリットモンスターの攻撃力、守備力を500上げれる永続魔法があって、それが姫クジャクからサーチできて、で、普通に素引きしてても、エンドフェーズになんか、確か儀式魔法違う、デッキからスピリットモンスターサーチできるから、僕は事故るのが嫌で入れてないんですけど、まあ動けないときは結局動けないからあれなのかな。岩戸をちゃんと出せるデッキにした方がいいのかもしれないですね。パワースポットがあると岩戸の相手ターンの特殊召喚がだいぶ安定するので、こういうカードもあります。トークンリリースして発動する暴君の永続はありませんでしたっけ。暴走トークンだったと思う。あれ、トークンリリースだったっけな。裸の王様とかだっけ。なんかあるよね。あ、釣り天井は確かにいいかもしんない。設置ヒーローもいいね。暴君のなんたらはまあまあ強い。ハマってアイテムエスプリかもしんない。裸の王様がイラストのやつですね。いや、動けないんだけど、スピリットモンスター引きたいですね、これ。ほんと動けないんだけど。なんだっけな。なんかあったよね。暴君のなんたらかんたら。使おうと思えばちゃんと強いんだよね。お互い岩戸が刺さらず気まずい感じになる。うらら。いや、でもアイテム動けなさそうなんだよな。増字と、増字通った。いや、待って。こうなります。そいつら魔法罠が強い。やばすぎるな、手札。これで動けるけども。そうだな。これは、飛行クジャクでいいかな。
姫を出す理由が今は特になくて、被告弱が、てか、ひもろぎが、デッキからしか出せないので、被告弱ピン刺しだと、値引きすると出せなくなっちゃうんだよね。なんか効果あるんだっけ？なさそう。で、墓地に2体スピリットが溜まったので、岩と出して、で、召喚権がまだ残ってるので、何欲しいかな？被告弱でいっか。で、ひもろぎもまだ使えるのか。ひもろぎ使って、で、これは儀式魔法もサーチできるので、儀式魔法、まあでもひもろぎいらないんだよな、もう。で、パワースポットを使って打点上げます。パワースポあると岩戸を守りやすくなるのはいいね。2400だったらそうそう、黒魔女には処理されるけど、どの道、星合いの天下は来てるか。スピリットは、てかスピリットはそう、割と打点はあるから、意外と強い。黒魔女クシャトリラ。パワースポットで新玉も一回持ってくるか。いやー、絶妙に足んないね。確かに。めちゃくちゃ手札多いんだけど。でもあれだね。今の星合いの天下で被告弱見せることできなかったから、あれなんじゃない？ロリク弱限定で同盟サーチできるようになってるバグで。こんなに視察あっても一妨害。リロード。そうなんだよな。できることが少ないんだよね。パワースポットはまあお好みでって感じかな。全然弱くはないです、このカードは。圧倒的最弱のカードがエスペリにはまだ3種類あるので。カンナギズル、ツタエバと、忍びガラスだったかな。バブじゃないよ。視察でも名前変わるじゃん。そういうことか。だからか。ってことはさ、ってことは、姫クジャクが名前変わるから、だから、よりクジャクが手札にいるなら、やっぱ、あれか。エスプリットロードの方は1枚でいいのかな。
そうだね、確かに。偏見。ごめん、これ普通にあれか。金券からだったな。裏、いやー、伸びる手札してないからな、そんなに。ってことは、だから、ひめくじゃくが手札に返ってくればいいから、レベルは変わんなくないだって。ひめくじゃく2枚、ロリクジャクが2枚いるから、この子が、エスプリットロードひめくじゃくになってくれるんだったら、いいってことだよね。でも手札に帰んない場合もあって、手札に帰んない場合、この辺すべきしてるとこ、てかそう、ひめくじゃくすべきがやっぱ困るんだよな。いや、でも、被告弱とかあんま引きたくないしな。ちょっと、初手に。どっちかですね。だから、ロリに初対1、被告弱1、姫ク弱1か、被告弱を2にするか、だと思います。ロリは2枚あった方がいいと思う。2枚あった方がいいっていうか、一番マシな、初手に来て一番マシなカードだから。で、これ岩戸を引けてるので、ワンチャン高校なんとかなる可能性はある。パンクだったら、デンジャラスガブは確か、あれだよね、罠で、モンスター効果発動した時にしか無効できないから、ワンチャン、まくれるかもしんない。手札はちょっとだいぶ渋いけど。下準備が引けてる。ちゃんとテキストを見ろ。キャンドール。何の？レベルは、あれだって変わんなかったよ。名前だけでしょ？カード名しか変わんないから、だと思う。さっきサーチできたのは。そうね、スピリットに寄せるメリットって結構あって、スピリット新規が来ると岩戸場に出しやすくなるから。無限放量だからあれ岩戸でまくそうだっけ？れないよ。ダメか。デンジャラスガル。岩戸場に残せるとね、場に残せるとっていうか、場にその他のモンスター出しつつ岩戸も場に出せると、誘発貫通っていうか、誘発無力化しつつこっちも展開できたり、方向も強くなったりするから、MD ではそもそも岩戸返してほしいのと、紙はやっぱ新規欲しいね、スピリットの。今のパンクってでもさ、罠サーチする余裕あるんだっけ？なんか割と新規が来てから
ディアノートとか、裏臭いとか、裏臭いだっけ優先されるから、罠サーチできるやつが来るイメージないんだけど。まあ岩と向こうにしてくれたら盤面に残るから戦闘から守るだけで勝てる。確かに。宇宙みたいな神秘的なデュエルフィールドが欲しいですね。エスプリット配送、あとセイクリッドとかテラナイトとかボーティスとか。エスプリはね、どっちかだと思ってて、その神秘的なやつかまあでも僕も神秘的な方があったらそっち使うかもな。なんかいまいち入るのがなかったからこの和風テイストにしてるんだけど、エスプリットコーリングとかはさお寺の中、神社の中だから、この異国の都のフィールドの方が合ってるんだけど、ヒモロギとかだったらね、ヒモロギとか星合いとかだったらそっちの方がいいよな。何これ、スタートエンジン。G パンクだったのか。うん。ゴールドプライド何も知らないんだけど。金券を引いた。とりあえず金券から入ってみるか。でも岩戸出してから金券でもいいかな。墓地に行った時の効果で、なんかパッと見妨害、あれ、シャラクサイが空いてたんにあれか。だったら、岩戸から入ればいいかな。スタートエンジンがよくわかんない。対象のモンスターを破壊するか。なるほどね。そしたらですね、キャンドールから、違う、ダメだ。デビリチャルがデッキにいないから、破壊されるのか。踏んでもらうしかないのかな。金券使おう。で、マクシムスがいるので、マクシムスがいるけど、引き次第か。いるけどさ、新玉先玉引けてないから、割と腐ってるんだよな。金券打ったらドローもできなくなるし、ジンギスカンよわ。金券、まあ後手だから除去札新玉持ってきて先玉サーチしてで先玉で先玉で岩戸出して岩戸を処理してもらって、違う、新玉に打ってくる
あ、だったらジンギスカン通せるんだよな。あれ、これは違う。あ、これ破壊するやつでしょ。時間がない。で、先玉持ってくると、先玉の効果で、まあでも罠打ってくれたから、普通に新玉召喚すればいいのか。神器行く必要ないか、今。スターリオンのカットインかっこいいね。かっこいいね。しかも可愛かった。いやー、それはちょっときついな。盤面剥がしきれないかな。スターリオンの効果も分かってない。表側モンスターを破壊する。エンドフェーズにリオンを特殊召喚する。GPPB。フィールドの表側表示モンスター装備カード扱いでこのカードを装備する。うん、苦しいね。でもう動けないんだよな。
これは割と良さそうな気はするんだけど、岩と出して、金券打ってくれるならそれはそれでいいんだけど、岩とで、なんか G とか来ると嫌だから、岩とで一回出してから金券でなんか引きに行った方がいいかもしれない。いやー、渋いな。でも先玉でいいか、これ。先玉持ってくれば良いか。先玉で展開できるね。ただ召喚権ないからな。先玉。初卓弱まで先行っちゃう。それか、初卓弱行って、初卓弱行けば、いや、別に姫クジャクでいいか。リリース回収出てきて、多分これでいい。そう、こういう動きがね、スピリットが多いとできるんですよね。召喚権ないので、帰国弱と、ソーリング。で、岩戸もエンドフェーズに帰ってくれるので、これ結構理想的な展開だ。これで相手ターンに被告弱を出して、被告弱の効果で岩戸を出すことができます。コーリング引けてるから、これで大丈夫なはず。いい感じ。ここも通る。戦闘機っぽいけど、どうだろう。いやー、戦闘機だとさ、どうすればいいんだ？
とりあえずしばらくこっちは何もしなくていいと思うんですけど、エンゲージから入ってくるってことは、まあでもわかんないか。でね、マルチロールとかが来るんだったら、姫クジャク出したいんだけど、次から来る。岩と素引きしてる、素引きというか手札に来てるので、リリースして特殊召喚、墓地に存在する状態で、相手の効果で離れた場合に特殊召喚だから、あ、でもまあ一連の処理か。ただな、戦闘機だと普通に岩と処理される可能性があるので、もう少し、剣が打って、バウンス、剣、逃げて、着地。どうなんだろうな。出てきたところだと、かがり出てきちゃうから、ここで使っていいかな。で、1体はこの辺使わないといけない。で、ここで使ってくるから、G 投げて、でもどの道ごめん、かがり通っちゃうのか。かがりは通るけど、レイは出てこれない。岩と出せるから。もうかがりが、いやー、微妙だったな。おとなしく、かがり通してからでよかったかもしんないです。多分戦闘機だったらエンドまで取っておいて、いやどうなんだろう。なんか姫クジャクの方が強いような気もする。下手に使わないで。エンドにマルチロール、に打った方が強そうな気もしなくもない。マルチロールに打つっていうか、マルチロールで回収される前に、されるとこまで取っといた方が良かったのかな。で、そっか、ごめん、これあれか。戦闘機だから結局岩と出てこれないんだ。ドローできるのはいいんだけど。で、僕さっき金剣でシュライブを飛ばしてしまったので、エリジット。それは別に嬉しい。墓地壊したかったのかな。魔法が足りてない感じがする。
イモロギ割られるとちょっとめんどくさいけど、セットカードだっけ？魔法罠だよね。あれ。自分の墓地に魔法カードが3枚以上存在する場合、なんでだ？しかも早手にしないのか。なんかよくわかんなかった。とりあえず手札いっぱいあるんだけど、ヒメクジャック、岩と、効果受けなくなるやつか。戦闘で破壊されない。ってなるとちょっとめんどくさいな。とりあえずエルロン剥がすか。これさ、同盟もいけるよね。同じレベルになるんだから。ヒメクジャクもう一体出したくて、これで無理やり打点アップするか。儀式魔法がないんだよな。ジンギスカン出せない。先玉。いやー、無理に動かなくてもいいのかな。先玉。先玉。アルミラージ。セキュアガードナー。ジンギスカン。間違えた。
これで、でも天が1枚しか入れてないのか、今。適当に回収しよう。やばい、時間ない。手札捨てなきゃいけない。待って、手札捨てらんない。手札が捨てらんない。遅い。あれこれ一括選べないんだっけ？無理だ。いけた。でも0秒しかないよ。30になった。ファイラーベース捨てちゃった。疑惑の判定。わらわら。明らかに疑惑の判定だったね、今。墓穴で全部飛ばすか、戦闘機。で、あれでもかがりってまだ制限なんだっけ？かがりが来るならかがり飛ばしたいけど、ジーク。ひもろぎもうないのか。ちょっとだいぶ、なんか、ごたごたな試合でしたが、今のが、割と理想盤面です。先行で被告弱を立てられるように、相手ターンに立てられるようにしておいて、で手札に岩戸があると一番いい感じですね。ちょっと相手が戦闘機だったんで、いまいちだったんですけど、こんな感じかな。多分だけど、星合いの点が僕はやっぱ1枚でいい気がするな。星合い1、ロード被告弱1だね。多分。
まあ、ロードワニでもいいかもしんないけど。こんな感じトークです。ンが場にいることが多いならカウンター罠の天意無双の拳はどうでしょう。いやー、トークン出るまでいけるかわかんないからね、結局、そう。天意無双は強いと思うけど、そう、展開をまず通さないといけなくて。で、展開札が多いと必然的に岩戸がサーチしやすくなるので、初託弱から。だからまあ、がっつり展開に寄せるのが一番いいかなっていうふうには思います。天意無双を入れるなら多分羽吹雪の方がいいかな。こんな感じですかね。なんか、もし、聞きたいこととか他にあれば、ここでも回答しますし、動画の方とか Twitter で気軽にコメントいただければお返事しますので、ぜひ、これからエスプリ組むよっていう方は、ちょっと参考になったかわかんないんですけど、はい、こんな感じで聞いていただければと思います。スピリットだね。そう、下級スピリットの新規に期待ですね、やっぱり。意外とシルバー帯とかでも苦しかったから今。じゃあそんな感じで今日はぼちぼち終わろうと思います。皆さんぜひ使ってあげてください。ロリク弱が2枚であとは1枚ずつですか。そうですね、それが一番いいかな。でもなんか僕もだいぶ慣れてないから何とも言えないけど、慣れるまではロード被告弱は2枚あっていいと思う。やっぱりデッキからいなくなるパターンが結構あるので。他はだいたい、まあこのカリスライムとかは、割と好みだとは思うけど、まあ、天帝は欲しいかな、さすがに。カリスラは結局儀式魔法か儀式モンスター。カリスラっていうか、儀式の準備が、まあ、ロリク弱か儀式魔法にサーチできるカードなんだけど、天帝はそこにワンドロープラス、ペリジットの手札入れ替えがつくので、削るのであれば、このデビリチャルの枠と儀式の準備の枠を、まあ、先玉を入れるなり、別のカード入れるなりっていう感じになると思います。試合のテンガもね、多分最初は2枚入れてた方がちゃんと回せると思います。僕も紙の方ではしばらく2枚入れてて、途中からテンが素引きしてるせいで動けないっていうことが多くなって1枚にしたんですけど2枚の方がしっかりスプリットを楽しめると思います。実はガンマ入れる余裕ない。ガンマ入れる余裕？ガンマ入ってるよ。ガンマ入れないってこと？まあそれもありかもしんないね。でもガンマ入れないとそれはそれで今度 G もらいやすくなったり、天帝うららもきついし、あとそうガンマね、ヒモロギに対しても打てるからさ、ヒモロギで姫クジャクどかした瞬間とかも、まあ、あんまりないけど、違うな。スピリットモンスター召喚ヒモロギリリースうららに対して打てるから、ガンマはあった方がいいんじゃないかな。僕はデビリチャルだと思います。抜くのは。この辺ね、ありがとうございます。参考にさせていただきます。デビリチャルね、序盤しか役に立たないんだよね。改ましいとかキャンドールに UR
発飛んでくるから。まあそれはそうけど、まあ改まに飛んできてヒモロギにも飛んできた時に使えるから、まあでも言いたいことはわかる。全然ガンマ削ってもいいと思う。だいぶ高校渋くなるけどね、ガンマいないと。そんな感じです。じゃあ今日は終わろうと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。おつ。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。